木星帰りの天才が開発した機体衆パプテマス・シロッコが生み出したジュピトリスモビルスーツ。パプテマス・シロッコは機動戦士ゼータガンダムに登場し、劇中を通して圧倒的な存在感を放つ人物です。指揮官として高い能力を誇るだけではなく、ニュータイプの資質を持ち、パイロットとしても優れており、さらに自らモビルスーツの設計まで行っています。今回はそんなシロッコが開発したモビルスーツを解説させていただきます。私がいなければ時代は変わらないと感じているに過ぎない。機動戦士ガンダムシリーズの舞台である宇宙世紀のモビルスーツには、基本的にミノフスキー・イオネスコ型熱核反応炉と呼ばれるジェネレーターが搭載されており、これによってモビルスーツを稼働させる膨大なエネルギーを得ています。そんな熱核反応炉でエネルギーを作り出すためには、ヘリウム3と容易に生成できる重水素が必要になるのですが、ヘリウム3を大量に採取できるのは木星のみとなっています。そのため木星船団と呼ばれる後者の機関ジュピトリスが、地球圏と木星圏という約5億 km の距離を4年の歳月をかけて往復し、ヘリウム3を地球圏へ輸送しています。その膨大な時間と距離を航行することから、ジュピトリスには居住区だけではなく工場ブロックも存在しており、シロッコはそこで独自にモビルスーツを開発しました。そして宇宙世紀0087のグリプス戦役開戦直後に木星より帰還し、戦線に参加していきます。シロッコは木星船団を統率する指揮官であるため、木星帰りの男とも呼ばれています。指揮官、パイロット、エンジニアという3つの顔を持っており、どの分野でも最高の腕を持ちます。ただ性格的には非常に傲慢で自信過剰なので、リーダーとしてカリスマ性を発揮する一方で、組織人には向かない一面も見せています。そんなシロッコは機動戦士ゼータガンダムの劇中で、初めはメッサーラにて戦場を駆け抜けました。落ちろ火山棒。 PMX000 メッサーラは、シロッコが木星圏にいた頃、ジュピトリス艦内で開発していた試作型可変モビルアーマーです。木星圏での作業機を原型としているので、木星での高重力を振り切るための大型スラスターユニットを装備し、フレーム剛性も非常に高く設計されています。その結果、モビルアーマー形態では各部スラスターによって高い機動力を発揮し、モビルスーツ形態では高い格闘戦能力を有する機体に仕上がりました。また 0.5 秒で変形可能であり、劇中では敵機の目の前で変形して格闘戦を繰り広げる様子も描かれています。ちなみに変形機構にはムーバブルフレーム採用説と非採用説があり、はっきりしていません。また装甲材質も書籍によって異なっており、書籍エンターテイメントバイブルにてガンダリウムガンマに近いという説もありますが、基本的には不明とされています。武装としては、まず左右のスラスターユニット先端にメガ粒子砲を搭載しています。劇中ではメガ粒子砲で艦艇を一撃で沈めるほか、一射でモビルスーツ2機を同時に撃墜する様子も見られました。その他には剣部にミサイルポッドを搭載し、前腕部のサブマニュピレータにはバルカン砲、グレネードランチャー、格闘専用バイスクローが仕込まれ、さらに裏側にビームサーベルが収納されています。劇中でガンダムシリーズ史上初の変形シーンを披露した機体メッサーラは、性能テストとしてシロッコが登場して、ブライト・ノアが艦長を務めるテンプテーションを吸収しました。その後エウーゴによるジャブロー降下作戦を止めるべく単独で奇襲を仕掛け、ジム2をはじめとするエウーゴ主力部隊を叩き、サラミス海級巡洋艦シチリアを撃沈させるなどの戦果を上げていきました。ちなみにメッサーラは頭頂高23メートル、リックディアスは 18.7 メートルですが、エマシーンのリックディアスに対峙するメッサーラの姿は非常に大きく描かれており、まるでシロッコの圧倒的なプレッシャーを体現したかのような表現がなされています。このようにメッサーラの運用で自身のモビルスーツ設計能力がいかに優れているかを証明したシロッコですが、ジュピトリス内で他にも多数のモビルスーツの設計をしていました。その一機が PMX001 パラスアテネです。パラスアテネは火力を重視して設計された機体です。右腕部に高火力な2連装ビームガンを装備しています。左腕部に装備するシールドは小型ミサイルを搭載した攻防一体の兵器になっており、裏面にはビームサーベルが2本収納されています。両前腕部には
近距離戦に向いているメガビーム砲を装備しており、両肩前後には接近戦の牽制用に拡散ビーム砲を装備します。そしてバックパックにはムーバブルシールドを搭載しており、対艦用の大型ミサイル8機が装備可能です。ちなみに大型ミサイル装備は開発が間に合わなかったという理由で、劇中では未使用の兵装ですが、各種ゲームでは本兵装を使用する場面が多く見られるようになっています。また脚部はメッサーラ同様格納式のクローになっており、機体の固定のみならず格闘戦でも使用できるような配慮がなされています。バラスアテネは重装備がゆえに機動力が低くなっていますが、本機はボリノークサマーンとジオを合わせた3機でチームとして運用する構想で設計されています。そのため3機の中でも中距離からの支援攻撃を担当する機体となっています。劇中ではティターンズに同行したレコアロンドがパイロットを務めており、バスクオムが上艦するドモスギアを撃沈させているほか、最終決戦ではエマシーンのガンダムマーク2との一騎打ちを繰り広げました。男たちは戦いばかりで女を道具に使うことしか思いつかない、もしくは女を恥ずかしめることしか知らないのよ。次に PMX002 ボリノークサマーンです。森の熊さんが名前の由来であるこの機体は索敵偵察に特化した機体として開発されました。頭部を中心に高性能センサーを搭載しており、索敵だけではなく危険要素の確認や実測データからの行動パターン分析などを行って、両機にデータを送信して戦闘を有利にすることが想定されています。強行偵察用モビルスーツという特性から、5バックパックには多数のバーニアを備えることで機動性や運動性を高めています。また武装は限定されており、機体本体には両肩部に3機の炸裂弾ランチャーが内蔵されているのみとなっています。その代わり右腕には専用シールドを装備しています。先端に格闘兵装のシザースが設けられ、内部には2機のビームサーベル兼用ビームガンが搭載されています。こちらは取り外すことで反対側がビームトマホークとしても使用可能です。劇中ではサラダビアロフが登場してシロッコの補佐を行いましたが、最終的に勝小林が登場する G ディフェンサーからシロッコをかばって撃墜されました。勝、あなたは遅すぎたのよ。私はあなたよりも先にシロッコに出会ったのよ。 PMX003 ジオはシロッコがエウーゴとアクシズとの最終決戦に臨むべく作り上げたワンオフ機です。当時のモビルスーツがゼータガンダムが同長高 19.85 メートルだったのに対して、ジオは 24.8 メートルという大型の機体で重厚な外見をしていますが、大出力ジェネレーターやスラッガーを搭載することで見た目とは裏腹に機動性に優れた機体となっています。またニュータイプであるシロッコの能力を最大限に引き出すべく、シロッコが独自に開発したバイオセンサーが搭載されているので、高い反応性能を持つ機体に仕上がりました。武装としては大型ビームライフルとビームソードのみという非常にシンプルな構成となっています。両部サイドアーマーに搭載されたビームソードは標準的なスペックですが、ビームライフルはシロッコオリジナルのカスタマイズが施されているので、連射性能や命中精度に優れ、メガランチャー級の高出力ビームを発射可能とも言われています。またこれらの武装をより有効に活用するために、両部フロントアーマーには独立したサブマニピュレーター、通称核シーデも内蔵しています。劇中では核シーデの攻撃でゼータガンダムのビームライフルを切り飛ばしています。ジオはグリプス戦役終盤においてシロッコの上機として出撃し、地球圏の覇権をかけてゼータガンダムや百式、そしてキューベレイトの激戦を繰り広げました。キューベレイトの交戦時にはファンネルをビームライフルで撃ち落とし、戦闘を優勢に展開する様子も見られます。サラのボリノークサマーンを勝に撃墜された際は激高するも、サラの思念によって追撃を止められました。その後の最終局面ではゼータガンダムとの戦いも優位に進めますが、バイオセンサーで死者の思いを取り込んだカミーユとゼータガンダムの前にジオがコントロール不能に陥り、変形したゼータガンダムの突撃でコックピットを貫かれ、シロッコと共に爆散するという最後を遂げるのでした。私だけが死ぬわけがない。貴様の心も一緒に連れて行く。シロッコはグリプス戦役に介入して世界を操ろうと画策しました。ジャミトフ・ハイマンに忠誠を誓ってティターンズ内での地位を固めていき、
ガブスレイやハングラビといった機体開発にも貢献しました。最終的にはジャミトフを暗殺してスターンズを掌握し、エウーゴとアクシズの排除を目論みます。しかし天才を自負するがゆえに、その傲慢さが人をもてあそぶ行為であるとカミーユの怒りを招き、悲劇の運命をたどることになってしまいました。余談ですが、シロッコは機動戦士ゼータガンダムの作中に登場した機体以外にも様々なモビルスーツの設計を行っていたとされています。まず PMX004 タイタニアはゲーム G ジェネレーション F などに登場するジオの発展型として設計された機体です。ハマーンと接触してアクシズのサイコミ技術を取り込み、ファンネルを装備した機体であり、グリプス戦役終結後を見据えて世界を統治する女性のために設計していましたが、シロッコが死亡したため製作は実現しなかったとされています。ただし漫画機動戦士ガンダムバルプルギスではタイタニアの計画を引き継いで完成した機体タイタニア2が登場しています。またシロッコはタイタニアと並行してオーベロンを考案していました。こちらもシロッコの死亡に伴い日の目を見ることはありませんでしたが、シロッコの設計をもとにアナハイムエレクトロニクスが開発を進めていくことになります。そしてマシロ・オークスが登場し戦いへ赴いていくのです。そうだ、世の人々を導けるのはこの私だ。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。